日本語ポッドキャストジャパミミ第13回アルバイト探し。皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストジャパミミです。今日も一緒に日本語の耳を鍛えましょう。第13回のテーマはアルバイト探しです。東京の大学に留学中のナタリーさんは日本でアルバイトをしたいと考えています。どうやってアルバイトを探したらいいかわからなかったので、今から大学のキャリアセンターに相談に行くようです。今日のポッドキャストでは留学ビザを持っている人が日本でアルバイトをするときのルールも紹介しています。ぜひ参考にしてください。それでは始めましょう。こんにちは。失礼します。こんにちは。今日はどのようなご用件ですか？私は今月からこの大学に留学しているナタリーと言います。アルバイトをしたいと思っているのですが、探し方がわからなくて。留学生チューターのさくらさんにここで相談したらいいと言われました。なるほど。ご相談ありがとうございます。では、まずナタリーさんの希望を聞かせてください。どんなアルバイトをしたいと考えていますか？料理が好きで、人と話すのも好きなので、カフェとかレストランでの仕事をやってみたいです。カフェやレストランですね。わかりました。では、働ける曜日や時間はどうですか？授業の予定もありますよね。そうですね。火曜日と金曜日は授業が多いので難しいですが、月曜日、水曜日、木曜日は午後4時から大丈夫です。週末も大丈夫です。じゃあ結構シフトに入れそうですね。シフトというのはどういう意味ですか？アルバイトのスケジュールのことです。誰が何曜日の何時に働くかをシフトって言うんです。そうなんですね。勉強になりました。ありがとうございます。いえいえ、日本語のレベルも確認しておきたいんですけど、今までに JLPT などの日本語の試験は受けたことありますか？はい。フランスにいるときに N2 レベルを受けて合格しました。そうだったんですね。N2 を持っているならいろいろ応募できると思います。じゃあナタリーさんの条件に合うアルバイトを探してきますね。ここでちょっと待っててください。わかりました。よろしくお願いします。ここまでの会話いかがでしたか？ナタリーさんと野口さんは、ナタリーさんが働きたい業種や働ける日時について確認していましたね。ナタリーさんも質問していましたが、日本でアルバイトをするときに大切な言葉、シフトを覚えておきましょう。シフトは英語から来た言葉で、変える、交代するという意味です。日本でも交代勤務の時にシフトという言葉を使うようになりました。アルバイトのシフトといえば、アルバイトのスケジュールのことを表します。誰がいつ働くかをまとめたものです。シフトという言葉の使い方をいくつか紹介します。例えば、仕事をするときは、シフトに入ると言います。自分が働きたい曜日や時間をアルバイト先に言うことを、シフトの希望を出すと言います。シフトに入るはずだったのに入れなかったとき、アルバイト同士でシフトを変わることがあります。
アルバイト全員のシフトをまとめたものをシフト表と呼ぶことが多いです。それではそろそろ野口さんが戻ってくるようなので、会話の続きを聞いてみましょう。ナタリーさん、お待たせしました。カフェのアルバイト募集が2つあったので紹介しますね。1つは大学から歩いて10分ぐらいのところにあるコーヒーショップです。こちらはキッチンスタッフの募集と書いてあるので、ドリンクやケーキなどの準備を担当することになると思います。もう1つは駅前のパンケーキ屋です。こちらはホールスタッフの募集なので接客の担当ですね。お客さんを案内したり注文を聞いたりするのが主な仕事だと思います。ありがとうございます。どちらの興味があります？それから一つ大事なことをお伝えしておきます。留学生のアルバイトには条件があります。学生ビザの場合は週28時間までしか働けません。長期休暇の時は1日8時間、週40時間まで大丈夫です。このルールを守らないといろいろなペナルティがあるので、アルバイトが決まったら、アルバイト先の人とシフトをよく相談してください。そうなんですね。ちょっとメモします。はい。それから在留カードの裏も確認してください。カードの裏に資格外活動許可と書いてあるか確認してください。もし書いてないなら入管で手続きをしないとアルバイトできません。今確認します。ちょっと待ってください。資格外活動許可と書いてあります。よかったです。じゃあこの条件はクリアですね。では資料をよく読んで応募するかどうか考えてみてくださいね。わかりました。詳しく教えてくれてありがとうございます。いえいえ、相談に来てくれてありがとうございました。面接の練習や履歴書の書き方など必要ならここでサポートしますから、気軽にキャリアセンターを頼ってくださいね。ありがとうございます。とても助かります。では今日はこれで失礼します。ナタリーさん、アルバイトを紹介してもらえてよかったですね。応募に向けて準備を頑張ってください。さて、カフェやレストランのアルバイトでは、よくキッチンスタッフとホールスタッフが募集されています。キッチンスタッフは、主に料理の仕込み、調理、盛り付け、皿洗いなどを担当します。ホールスタッフはお客さんを席に案内したり、注文を取ったり、料理を運んだりします。働きながら日本語を練習したいなら、ホールスタッフの方が日本語で話すチャンスは多いかもしれませんね。お店の規模や業態によっては、バリスタやデリバリースタッフが募集されていることもあると思います。日本でアルバイトを探すときは、どんな仕事の担当が募集されているか、よく確認するようにしてくださいね。そして、野口さんも言っていた通り、アルバイトをするときには、働く時間のルールを守るようにしてください。ルールを守らないと、ペナルティがあったり、次のビザ更新の時に悪い影響が出たりするそうです。アルバイト先の人とシフトをよく相談して、アルバイトの経験をいいものにしてくださいね。それでは今日のポッドキャストはここまでです。今日のテーマはアルバイト探しでした。次回はアルバイトの面接をテーマにしようと思っています。日本語での面接を練習したい人はぜひチェックしてね。
それではまた日本語ポッドキャストジャパミミでお会いしましょう。ありがとうございました。今日覚えたいフレーズ。今日はどのようなご用件ですか？今日はどのようなご用件ですか？アルバイトをしたいと思っているのですが、探し方がわからなくて。アルバイトをしたいと思っているのですが、探し方がわからなくて。勉強になりました。ありがとうございます。勉強になりました。ありがとうございます。